この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。なんだか夏のね、空気を感じますよね。コメント。もうすぐ夏なので、家の軒下から花火を見上げている女の子を描きました。女の子はイメージ通りに顔も可愛く描けたのですが、背景を描くのが苦手で、特に暗いところにいる人をそこに馴染ませるのが苦手なので、良ければうまく馴染ませる方法を教えていただきたいです。それと花火が上がっているのですが、花火を見ているように見えないので、花火が映っていなくても花火が上がっているように見える表現も教えていただけると嬉しいです。いつも動画楽しませていただいております。これからも応援しています。とのことです。まずこのイラストを見て思ったのは、とても目の付けどころ、視点がね、いいなっていう風に思ったことです。ほら、見てください。花火を直接描くことなく、花火を描く手段としてこんな風に水たまりに映して花火を描いています。こういう着眼点と工夫が素晴らしいなっていう風に思いました。こういう視点って絵柄に頼らずともダイレクトにその人らしさにつながってきますから、これはね、大事にしてほしいなっていう風に思いました。で、ここからどう添削していくかなんですけど、今回のテーマはズバリ逆転の発想です。ちえりさんの着眼点は素晴らしいものがあるんですが、まだちょっとね、思い切りが足りないせいで既成概念にとらわれてしまっている感じがするんですね。そしてそのせいで着眼点の良さをまだうまく活かせていないように感じました。なのでその既成概念を取り払いつつ、どうすれば人物と背景の馴染み、そしてどうやって花火を綺麗に表現するのか、そのやり方の一例を紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。まずね、いきなりなんですが、花火をよく見せる方法についてもう早速紹介していきますね。今ですね、こんな風に水たまりに映して花火を表現するやり方をしているんですが、これね、とっても惜しいです。っていうかですね、もうここまでアイディアが出ているなら、あとはもうこれぐらい思い切っちゃってもいいと思うんですよ。やってみます。はい、まだね、途中なんですけど、もうね、ここ全部水にしちゃう。はい、足をね、水に沈めて、こんな風にね、不透明度を変えてみました。普通の家でね、こういうのってそうそうあるわけじゃないと思うんですが、縁側がそのまま池になってるタイプのお屋敷ってあるじゃないですか。おいおい、どれだけ裕福なんだよっていうツッコミはあるかもしれませんが、そこはね、結構ファンタジーでもいいかなって思うんですよね。なので、こんな風に思い切った舞台設定にしちゃってもいいと思います。そして、こうです。はい。もうね、足元の池に思い切って花火を映しちゃう。で、ちょっとこれだけだと、上半身の暗い世界と下半身のカラフルな世界が、ちょっとね、パキッと分かれすぎちゃっている感じがするので、気になる場合には水に映り込む。木の枝とかを描いていってもいいと思います。こんな感じです。はい。そしたらですね、水に映り込んでるわけですから、波紋が立ちますよね。書いてみましょう。はい。どうでしょうか。こうすることで直接上空の花火を描かずしてカラフルに夜空を彩る花火を表現できちゃいましたね。すごく綺麗じゃないですか。そしてさらに背景を詰めていきますね。ちょっと気になったのはこの
白いものですね。これおそらくですね、蚊よけ。夏にね、蚊の侵入を防ぐやつだと思うんですが、違ったらごめんなさいね。だとしたら、この子がいるところががっつりこんな風に開いちゃっているので、そこがね、ちょっと気になりました。なので、これどうせだったら、すだれとかに置き換えちゃっても風流かなと思います。やってみます。はい、こんな感じ。で、このイラストが背景と人物がいまいち馴染んでいない原因の一つとして、背景の暗さ。具体的にはね、この部分、この人物の後ろの部分の暗さがあると思うんですよ。そこを少し調整してみます。やってみます。はい、床をね、少し明るくしてみました。いくら夜といっても花火が上がっているので、結構ね、明るいと思うんですよ。なので、ある程度光も描いてあげないと、背景の真っ暗な中に人物だけが明るい感じ。特にですね、この目と足の部分、ここが結構明るく描かれていますので、そこがとても浮いてみてしまって、背景にいまいち馴染んでないなってね、そう思われる原因になってしまうんですね。で、今言ったように背景と人物を馴染ませるためには、背景だけではなく人物の方も少しだけ調整する必要があると思います。そこはどこかというと、今言ったように目の明るさと足の明るさでしょうか。調整してみますね。はい、こんな感じです。見比べるとかなり馴染んだ感じがあると思います。で、これだけでも十分ではあるんですが、ちょっとここからですね、ちゆりさんの水に花火を移すっていうアイディアは面白いんだから、どうせだったらこうしてみたらもっとそのアイディアが伝わるんじゃないのかなっていう思い切った変更、逆転の発想を強調するような変更を加えていってみたいと思います。それはですね、こうしちゃいます。はい。もうね、上を見上げるのをやめちゃう。絵としてもそうなんですが、この子自体、夜空に上がる花火を見ているんじゃなくて、池に映った花火を眺めて楽しんでいるっていう、そういう状況にしてみてはいかがでしょうか。でね、見上げているのをやめているので、この手も下ろしてしまいましょう。はい、こんな感じ。さらに空じゃなく池の花火の光を強調したいので、光を下から反射している感じにライティングを微妙に変更します。はい、ハードライトレイヤーとかを使ってね、こんな風に下からの光を強調してみました。はい、どうでしょう。添削前と比べると背景と人物が馴染みつつも花火のカラフルさを強調したようなライティングになったのがお分かりいただけるのではないでしょうか。
で、ここからは最後の仕上げの作業です。今ちょっとですね、この風鈴が浮いたような存在になってしまっているので、この風鈴は花火とね、関係がないので、存在感を少し弱めてあげちゃいましょうか。はい、こんな風にハイライトは取りつつぼやかしてあげると、存在感は残しつつもあまり悪目立ちしない脇役に落ち着かせることができると思います。それと若干ですね、すだれの部分が面積が大きいので、ちょっとね、画面が間延びしちゃうなって気になったら、こうしちゃうのもありですね。はい。木のシルエットを追加して不必要な空間を潰してあげます。こうすることで画面の間延び感を取り払うことができますね。で、最後、仕上げにこうです。はい。ハードライトレイヤーとか、あとはオーバーレイレイヤーでもいいですね。こんな風に下から照り返す光を強調してみました。さあ、ビフォーアフター比べてみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。かなりね、カラフルな感じになりましたね。今回の添削では逆転の発想ということで、上空にある花火を描くのではなく、むしろ水に映った花火をメインにしてしまおうという視点で添削してきました。最初に思い切ってこんな風に庭一面を池にしてしまって、そこに映る花火のカラフルさを描き切ってしまう。そして背景は明るく、逆に人物の局所的に明るすぎる部分を暗く沈めて、背景と人物の馴染みのいいバランスをとっていく。そして最後にこんな風に間延びしてしまった空間を風鈴とか、あとは木の影で埋めることによって、主題である花火に目を誘導しつつ、そして人物の目線を下げて花火を見上げているのではなく、見下ろしているんだっていうね、面白さも付け加えることができました。なのでもしかしたらですね、タイトルも家でまったり花火ではなく、上から見る花火とかにしてもまさに逆転の発想。おしゃれでイラストの主題をはっきりさせることができるかもしれませんね。はい、今回の添削では逆転の発想ということで、ある意味テーマから考え直してみた、思い切った変更を加えてみたのですが、自分はそういう部分が苦手だな、もっといい実例ないかな、なんて思った方はこちらの動画、気まぐれ添削49がおすすめです。こちらもかなり思い切って最初のテーマ決めの段階からの考え方を紹介した動画でした。その部分の解説が欲しい方はとても楽しんでいただける内容になっていると思いますので、興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後、気まぐれじゃんけんいってみましょう。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。